はい、皆さんこんにちは。ニアニーです。今回はかなり面白い説をご用意いたしました。今回の説は今後の仮面ライダーシリーズにも反映される説だと思うので、純粋に仮面ライダーを楽しみたい方はここで動画をストップすることをお勧めします。では本題に入りましょう。よろしいでしょうか。今回のこの説はガワコスを作っているからこそ気づいたポイントかもしれません。仮面ライダーシリーズで登場する仮面ライダーは大きく分けて3種類のライダーがいることに気づきました。まず1つ目、指のパーツが何もついていない仮面ライダー。2つ目、指のパーツがついている仮面ライダー。3つ目、指のパーツが尖っている仮面ライダー。この3種の中で指パーツが尖っている仮面ライダーにある共通点を発見したのでお話ししたいと思います。そして今回のこの説では主役ライダーとラスボス的ライダーと劇場版限定ライダーは省いております。なので2号以降のレギュラーライダーにのみ適用する説となっております。今回のこの説に該当する仮面ライダーは平成以降130人もの仮面ライダーが登場しているにもかかわらず10名ぐらいしかいませんでした。まず1人ずつ紹介していきたいなと思います。それが仮面ライダーギルス、アナザーアギト、仮面ライダーシュキ、仮面ライダーダークキバ、仮面ライダーローグ、仮面ライダーマットローグ、仮面ライダー滅び、仮面ライダージン、仮面ライダーイカズチ、仮面ライダーナキ、仮面ライダーカリバ。今挙げた11人の仮面ライダーにある共通点があります。皆さんはお分かりでしょうか。答えは死を経験した仮面ライダーたちです。順番に説明していきます。仮面ライダーギルスは第27話にてこの男の能力で溺死させられる。32話で蘇っております。アナザーアギト第46話終盤にてコーヒーを入れてくれと言い残し死亡。仮面ライダーシュキ第37話にてこのよくわからない敵を自分ものとも武器でブシャーってやって負傷しその後死亡。仮面ライダー響きシリーズには後期、冬期、正期、晩期が登場しておりますが、後期のオープニングしか登場してないようで資料が少なく指先が確認できなかったのでこちらのライダーたちの指先は確認できておりません。仮面ライダーダークキバ、ダークキバは変身者が複数おりますが、今回は紅音矢が変身者として考えます。3度に及ぶ変身の末に命を落としてしまった。仮面ライダーマットローグ第47話でエボルトに敗北し死亡と思ったら12話の時重傷を負いブラッドスタークに改造されサイボーグになっていたという事実が発覚しました。仮面ライダーローグ第48話にてエボルトに敗北し消滅。仮面ライダー滅び第15話それぞれの終わりにてバルカンにより機能停止される。ヒューマギアにとって機能停止はイコール死と考えていいと思っております。仮面ライダージン第16話で01に敗北し爆散。第25話でバーニングファルコンとして復活。仮面ライダーイカズチ第14話でバルカンのオーソライズバスターの一撃を食らい爆散。第35話で復活。仮面ライダーナキ天津ガイにより不破の脳内にナキの人工知能チップが埋め込まれていたことによりナキは最初から死んだ状態だったと言ってもいいと思います。旧型モジュールであったり新型に変わっている時点で中身は同じでも外見は違うことから一度死んで蘇ったという認識でもいいと思います。ヒューマギアの死の条件についてはこちらのライブの約56分ぐらいに iPhone に例えて説明しております。ぜひそちらをご覧いただければご納得いただけるかなと思います。そして最後に仮面ライダーカリバー第15話にてセイバーとの死闘の後にデザストにとどめを刺され死亡。以上紹介した仮面ライダー以外でも死んだライダー、一度死んだライダーは多くいますが
指のパーツが尖っている仮面ライダーは調べた限り 92% が死を経験しておりました。唯一死んでいなかった仮面ライダーは仮面ライダーサガだけでした。そして今回のこの説を仮面ライダーセーバーで当てはめると、今のところあと一人指が尖っている仮面ライダーがいるんです。それが仮面ライダーデュランダル。デュランダルも指が尖った仮面ライダーであることから死を経験すると予想しております。今後のストーリー展開を予想すると、今現在では涼河はマスターロゴスにとても従順です。しかし32話終盤でレイカがマスターロゴスの行動に疑念を持ち出しそうな描写がありました。そして先日発売されたテレビくん6月7月号の一コマよりセイバーたちと共に戦う描写もあったのと、第29章でマスターロゴスは重要なのは聖剣、剣士自体は必要ありませんと言っていることから、一見このセリフはトーマやケントたち剣士は必要ないと言っているように見えるが、実はレイカや涼河も必要ないとも取れる発言から、寝台兄弟を切り捨てる可能性が大いにあります。その際にレイカがマスターロゴスにより抹殺されそうになるところを兄の涼河がかばって死亡するという展開があるのではないかと今回予想しました。作中最強と言われる仮面ライダーデュランダルが普通の戦闘において敗北し死亡はちょっと考えにくかったので、レイカをかばって死亡するのではないかと考えております。兄としての強さ、兄としての優しさを出し、視聴者の心をつかみ退場し、仮面ライダーセーバーのストーリーで記憶に残るような最後を迎えるのではないかと思っております。過去の仮面ライダーシリーズを見ても7人以上登場する仮面ライダーでは少なくとも2名は死亡していることから、今回のセーバーでは上条のみが死亡しているため、最低でもあと1人離脱すると考えていたので、今回の説を考えた時に涼河の死の可能性を感じました。あとケントですが、一時離脱した際はエスパーダであり、あれは死亡ではなく仮面ライダーウェブのタッセルのセリフから闇に飲まれて見えなくなっていただけ説を推しているので、現在仮面ライダーカリバーの変身者でもあるケントも作中で本当の最後を迎える仮面ライダーになるかもしれません。そして今回はフォームチェンジした際の指先は全ライダー確認できていないのですが、この説がフォームチェンジ後も適用されるのであれば、最近のものだとたてがみ標準戦機に変身した仮面ライダーブレイズや仮面ライダーバルカンの V シネで登場するローンウルフ、指パーツが尖っていたので、もしかしたらこの2人のライダーも。今回はこれで以上です。いかがでしたでしょうか。この説、今後の仮面ライダーシリーズでもぜひ指パーツに注目してみてください。とこんな感じで、今回動画作らさせてもらったんですけれども、最後にちょっと補足として、今回主役ライダー、ラスボス的ライダー、劇場版限定ライダーを省いた理由をちょっと説明しておきますと、主役ライダーはどんなデザインであれ最終回までやっぱり居続けていかないといけないライダーだと思うので、途中退場は 100% ないことから今回はちょっと省かさせていただきました。でも実際調べてたら、指先が尖っている仮面ライダーの主役でいうともう牙しかいなかったので、別に主人公ライダーは、除外しなくてもよかったかなと思っております。次はラスボス的ライダーですね。ラスボス的ライダーは倒されてなんぼだと思うので、そもそも死ぬ前提が最初からありそうだったのと、結局死んだかどうかわからない、ラスボスがいると思うんですよ。エボルトであったりとかアーク1、アーク1は基本的にラスボスではないと言われているんですけれども、結構ラスボス1かなと思っております。なのでラスボスライダーではなくラスボス的ライダーとさせていただいております。そして最後に劇場版限定ライダー V シネも含むなんですけど、最近では特にリメイクされたライダーが多くて、全てのパーツがそのまま使われているパターンが多く、オリジナル感はあんまりないので、ここは除外しました。でもこれでもまた面白かったのが、ラスボス的ライダーで指のパーツが尖っている仮面ライダーでいうと、仮面ライダーエボル、仮面ライダーアークゼロ、仮面ライダーアーク1、仮面ライダーソロモン、
で劇場版限定ライダーで指先のパーツが尖っているライダーでいうと仮面ライダーレイ、仮面ライダーアーク、仮面ライダー15、仮面ライダーキルバス、仮面ライダーアーク01、仮面ライダーバールクス、仮面ライダーゾンジス、仮面ライダーザモナスという感じで、結局主役ラスボス的ライダー、劇場版限定ライダー省かなくてもこの指先パーツが尖っているライダーの死亡率というのが 80% を上回ってるんですよ。なので指パーツ尖っているライダーは高確率で死ぬということが分かったので、結構面白い説なんじゃないかなと思いました。ということで本日の動画はこちらで以上となります。本日のこの説どうだったでしょうか。面白かったよという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こんな感じでいろんな説見つけたらどんどん動画にしていこうかなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。